はーい、帰ってまいりましたよ。皆さんどうもこんにちは。はい、お気づきでしょうか。A とス何かが違いますよ。はいね、分かる人は分かるかな。ホイール変わってますよね。ちょっとなんだかマッチョなホイールついちゃってますよね。はい、もともとついてたホイールはこれですね。じゃん。こちらのホイールをついてたんですけども、超軽量ロードバイクには超軽量ホイールが合うのか、それともオールラウンドなホイールが合うのか検証してみました。ちょっと一回ねこちらに置かせてもらいますね。よいしょ。ここにいろいろメモを用意させていただいております。はい、一応ですね、僕こちらのエトスね、塗装とかなんなりいろいろしてですね、なんやかんやかなり気に入ってます。正直今までのロードバイクの中で1位2位争うレベルでかなり気に入ってます。このバイクってディスク最軽量バイクということでかなり軽さに注目されています。で、軽いが上に上り性能どうなんとか、レースで使えるのみたいな感じで、その辺がやっぱり注目されがちなんですけども、もちろんね上りは素人の僕でも感じるぐらいやっぱり軽さは感じるんですけど、それ以上に軽さゆえに爆発的なこの加速力、そしてこのハンドリングのしやすさですよね。当然ディスクブレーキですので、どのような状況でも安定したブレーキング、下りなんかもすごく良くてですね、ポタもロングも結構何でもいける、当然ヒルクライムもいけるっていうですね、トータル的に見て最高のいわゆるサイクリングバイクだなと思ってます。とはいえやっぱ僕も最近ちょっと軽量バイク結構好きになっちゃったし、軽量マニアの方もいると思います。自分の持っているこういう軽量フレーム、どんなホイールが合うのかという部分気になるところだと思います。はい、なので今回スペシャルにお願いしてラピーデをねちょっとお借りしました。で、このもともと持ってるアルピニスト、こちらと比較してみました。限られた時間の中でがっつりとですね比較してみました。はい、せっかくねロバールのホイールね貸してくれたので、ロバールのね話もねお礼じゃないですけどもちょっとねさせてください。はい、まあ正直実用弾しかりレースしかり、めっちゃ速い人御用達ロバールだと思います。スペシャライズドにつけてる人いると思いますけども、スペシャ以外のバイクにもロバールのホイールつけてる人結構いるんじゃないかなと思います。おそらくやっぱりこの性能はもちろんですけども、見た目のかっこよさもですね選ばれる理由の一つなのかなと思います。こっちはねロゴが白で、こっちが黒になってます。これね選ぶことができます。まあどんなバイクにもつけたら様になってしまうっていうのがですね、人気の理由の一つだとは思いますけども、今回お借りしたこのアルピニストラピーデ、こちらはですね新しいモデルになります。チューブレスレディになったモデルになってます。なので当然ですね僕もチューブレス化してます。チューブレスレディ化するにあたって頑丈になってます。耐久性上げる分重くなるんですけども、極端に重くならないようにめちゃくちゃいいハブつけて改良して、両方そうなんですけども重量が増えないようにですね最小限にとどめてます。ちなみにアルピニストに関しては重量がほぼ変わらないです。これ CLX っていうですねハイエンドのモデルですけども、セカンドグレードの CL っていうねめっちゃコスパがいいやつ、それはですね重量ほぼ変わってないですっていうですね、チューブレスレディ化したのに変わらない、耐久性バッチリになったのに変わらないっていうですね、はい、重量がねとんでもない企業努力をしたんだなというふうに思いますけども、ラピーデに関しては 100g 増えてますけども、チューブレスの乗り心地をやっぱり重視したいっていうんで、この辺はトレードオフなのかなと思いますけども、はい、タイヤビード、ちょっと余裕を持たせてます。これによってですねチューブレスタイヤってつけるの大変じゃないですか。ビード上げるの結構大変じゃないですか。パーンと上がりますよ。これめちゃくちゃ良かったです。シーラント入れずにそのままつけて、最近買ったこのマキタの電動のポンプ、これで一発で上がります。本当に楽ちんに一発で上がります。上げるの大変でさ、ストレスになる人いるじゃないですか。もう何時間もやって全然ビード上がんねえみたいなことが起こらないように配慮されているのはすごくね良いなと思いました。この辺はやっぱり僕がホイール選ぶ上でのポイントなんですけども、障害保障ですね。これねめちゃくちゃ大事です。いいホイールやっぱ高いからなるべくトラブルなくしていきたいし、万が一トラブルあった時の保証の精度っていうのはやっぱりかなり重要だと思うんですけども、その辺もカバーしているのは、いいところだなと僕は思います。てな感じでねロバールのご紹介は以上です。はい、さあやっていきましょう。早速インプレのお時間でございます。まずこちらアルピニスト CLX、タイヤはね両方とも 28C をつけてます。僕 28C 今好きなんで、軽さが前面に出てるホイールだけあって、上りはもちろんですけども平地、特に信号待ちからの加速
とかでめちゃめちゃ威力を発揮しますね。加速力は感動レベルでしたね。重量は前後で1250ということで鬼軽いです。はい、もうやばいです。本当に軽い。ディスクですからね。先ほども言いましたけども、チューブレスレディ化することによってこのカーボンのレイアップとかね全部変えて、頑丈にするってことは必然的に重くなるはずなんですけども、この辺のねハブ周りを軽量化することによってチャラにしたといったようなホイールになりますね。アルピニストをもともとハイスタンでずっと乗ってましたけども、やっぱり漕ぎ出しの軽さ、スイートスポットですね。30キロとか35キロまで持っていく時の軽さ、加速力はえぐかったですね。最高ですね。速度でいうと1キロから35キロがスイートスポットになるかなと思います。もともとバイクの重量がめっちゃ軽いので、さらにそこにめっちゃ軽いホイールがつくので、もう鬼に金棒と言いますか、もうブーストがかかる感じですね。とにかくこの用意ドンのこの漕ぎ出し最高ですね。でトップレンジ、いわゆる気持ちいい速度まで持ってくるのが一瞬っていうのがね、平坦に関してラピーデとね比較して高速巡航はやっぱりですね、当たり前の話かもしれないですけど少し苦手だと思いました。もともと別に遅くはないんですけども、こっちがねどっちかっていうとやっぱエアロな形状をしてるので、比較してしまうとどうしても40、45前後でまたそれ以上の時に結構踏まなきゃ維持するのが難しいです。なんで維持するのが難しいかっていうとですね、減速するのが少し速い印象がありましたね。わーって漕いで足を止めた時にスーッと減速するスピードがですね、ちょっとこうラピードよりも速い気がしましたがゆえに、しっかりと踏んで速度を維持しなきゃいけないっていうようなホイールなのかなと思いました。はい、上りに関しては良かったっすよ。もうそれはもう当然いいですよ。はい、やっぱ軽さは正義ですね。上りは軽さが正義だと思います。はい、緩めの勾配から激坂までですね、やっぱりラピーデと比較すると全てにおいて良かったですね。特に激坂の時はやっぱ軽さしかものを言わない世界だと思うので、このホイールはですねかなり良かったです。 15%、20% とかそのぐらいのかなりきつい上りの時はですね、進化を発揮してくれるんじゃないかなと思いました。軽いホイールだからといって楽になるわけではないんですよ。早くはなるけど結局は疲れるんですけども、ヒルクライム入る前のこの序盤のモチベーションが全然違いますよね。今日の俺軽いぞみたいな、めちゃくちゃ軽いホイールできたから俺速いぞって頑張るぞっていう、そういった気にさせてくれるのもねいいところかなと思いました。アルピニストのインプレはこんな感じで、次今履かせてますラピーデについてやっていきたいと思います。さあアルピニストだいぶね軽量バイクに軽量ホイールいいぞとちょっとねよいしょしすぎちゃいましたけども、ラピーデどうなんと思うじゃないですか。よかったんですよこれが。もう比較してねこっちですってやろうと思ったのに、こいつもいいからね結構だいぶ今こういう感じになっちゃったんですけども、はいレビューしてきますね。ロバールが出すですね、いわゆるオールラウンド系のホイールになります。エアロ性能をめっちゃ重視したんだけども軽量化も忘れずにみたいな、もういいとこ取りってしたのがこのホイールになります。明らかにねアルピニストと違いますよね。はい、まずリムハイトが違いますね。アルピニスト33に対してですね、ラピーデが前が51、後ろが60という数字になってます。基本的にね後ろをね結構リムハイト高めにすることによってエアロ効果を高める、そういうやり方がね一般的だと思いますけども、注目するべきポイントはそこだけではなくて、このリムの外側の厚みですね。リムのですね幅、外の幅がね変わってます。だからフロントホイールはですねこれ 28C 履いてんですけども、真上から見るとちょうど辛い位置になるぐらいかどうかっていう感じで、逆にこっち側を見るとですねタイヤの幅がね明らかにちょっと太いといったような感じなんですよね。アルピニストよりもエアロにかなり気を使ったラピーデの目玉ポイントにはなります。重量は 1505g ということで、アルピニストと比べると重量はやっぱり少し増えちゃいます。それはそうですよね。こっちは軽さ特化なんでね、はい、こっちはバランスでございます。はい、履いてみた感想だともう全然違いますね。びっくりしました。ホイールでこんな変わるんだって思っちゃいましたけども、明らかに違うなと思ったのは、平坦巡航性能ですね。やっぱここですね。速くなったっていう気がするかどうかは別として、例えば45とか、50そこまで来た時に減速する速度がアルピニストよりも遅いですね。結構長持ちしてくれる、いわゆる高速域が少し楽になる印象がありました。だから足を止めててもあんまり減速しにくいなというような印象ですね。もうホイールだけですけども少しねその辺は僕レベルでも感じることができました。でこれが意外だったのが、ホイールがやっぱり重くなる分漕ぎ出しが
とか加速が少しやっぱりもたつくかなと思ったらもう全然もたつかないんですよ。これが普通にシューンとですね加速してくれるんですよね。一般的にリムのハイトが高いとその分ですね力ダイレクトにガーンとね、推進力に変わる感覚が得られると思うんですけども、そのおかげもあってか加速力も普通に良くてですねスーンといく感覚がありました。はい、すごい良かったです。はい、普通にこれでいいじゃんってなっちゃいました。厳密に比べるとアルピニストの方がこうスーンといく感覚はあるかなと思ったけども、正直気にはならないレベルだと思います。はい、乗り心地に関してはですね、両方とも 28C で空気圧をねガンガン調整できるのでそこまで気にならなかったですね。どっちもいいです。この辺はやっぱりチューブレスレディでチューブドからね、乗り心地を良くするためチューブレス化したのはね正解だと思います。やっぱり明らかに乗り心地は普通にどっちも良かったですね。であとは上り性能ですね。はい、上り性能がですねこれがまた普通にいいんですよ困ったことに結構あちこち登りましたけども普通に登れます。アルピニスト食われるじゃんこれって思っちゃいました。はい、ただやっぱ激坂に来るとやっぱアルピニストの方がこの少しなんていうんですかね、スッスッといく感覚があるかな。若干やっぱ重量増の部分が気持ち出てくる気はするますけども、少なくともね、5% とか 10%、瞬間勾配がね 15% とか 20% とかぐらいの坂であれば、トータルのライドのねが、100キロ200キロのライドでそのシチュエーションがそんなにないのであれば、総合的に見たラピーデの方がもしかしたらねその使い勝手いいのかもなとかちょっと思っちゃいました。はい、だからやっぱりオールラウンドホイールっていうのはよくできてるなと思いました。本当に平坦の巡航性能割とこう維持しやすく、かつ上りもですね全然こうなんか重たいっていう感覚はなくてですね普通に走れて、正直気に入っちゃいましたよ。はい、あとは見た目の部分ですね。これ結構大事だと思います。やっぱディープホイールは見た目が大事ですから、エイトスって割とこうクラシカルなね細い黒森っぽい見た目をしてると思うんですけども、やっぱ黒森フレームにディープリムっていうのは映えますよね。はい、エイトスも例外ではないです。太いリムがですねこの細いフレームと合っててですねなんだかこうマッチョな感じというか僕は結構好みの感じでしたね。アルピニストもう全然かっこいいんですよ。全然僕好きなんですよ。これはこれであり、これはこれで全然ありなんですけども、見た目っていう部分でも僕は好きですね。はい、さあここまではですね割と普通だと思うんですけども、僕ね1個やってみたいことがあってやっちゃいました。せっかくこのラピーデお借りしてもともとアルピニストあるならねこれやりました。はい、よいしょ。はい、おまけ編ということでじゃん、これもねちょっとしっかり試してみました。じゃじゃーん、これ混ぜたらどうなるんだろうと思いましてですね、前にアルピニストで後ろにロバールということでですねリムハイト差が約30ミリというですねなかなかだと思うんですけども、この状態はどうだろうと思ってですね試してみました。巷ではですねやっぱりこの後ろをハイト高くして前をね軽いホイールにして、上りと平坦巡航いいとこ取りしようっていうねいう風にやってる人も何人かいると思います。はい、てか結構多いと思います、そういう方。実際にこのラピーデも前後でですね、リムハイトも違うのでもしかしたらいいんじゃねと思って試してみたんですがなかなか良かったと思います。はい、特にハンドリングが明らかに軽くなりましたね。アルピニストつけた時のヒラヒラ感は当然あったんですけども、後ろリムハイトが高い分ですね踏んだ時のこのダイレクトに力が伝わる感覚っていうのがですねその辺は残っていてですねありだなと思いましたが、高速域とか全然違うかって言ったらよく分かんなかったです。そこはすいません。上りに関してもこれはちょっとねしっかりと実は上りがっつりはできてないんですけどもそこまで変わらなかったかなと思います。はい、唯一変わったのはこのハンドル周りとかフロントの軽さが出てきたので、乗り心地の部分ですね。このハンドリングがすごくこう軽快になりつつもダイレクトに力が伝わるといったような印象でした。はい、こういう使い方もなくはないけど、こっちの方が、全体的なねまず見た目の部分ですよね。バランスがちょっとこう取れると思うので、こっちでいいのかなと思いますけども、はい、
こういうねこともできるっていうのはホイールの面白いところかなと思いますし、そもそもロバールね前後バラバラで販売されてるから、こういう組み合わせも全然できるっちゃできると思います。ということで総評です。まとめです。まずアルピニスト、これはですね軽量がものを言う世界ね、ヒルクライム特化、もうヒルクライムレースはもうこれでいいと思いました。はい。でポタですね、1キロから35キロがスイートスポットって僕言いましたけども、そういった走り方をする人はですねこれいいと思います。あとブルベとかそういっためっちゃスピード出すわけじゃないんだけどストップ&ゴーが結構多いし、でも上りもねそこそこあるよっていうような走り方をする人も僕はアルピニストいいんじゃないかなと思いました。はい、やっぱり結構軽いっていうのは大きなアドバンテージだと思います。はい、信号峠なんかもですね加速力があるからスンと入れて負担も少なく走ることができますし、はい、そういったロングライドもねこれはいいんじゃないかなと思いました。こちらはですねレースもするけどポタもするしみたいな、そういう人は多分ラピーデの方がいいと思います。はい、実業団まではいかなくてもいいです。別にただなんかこうレースで普通にちょっとこう高速域を走る機会がそこそこありますよという人なんだけども、もちろんそれだけじゃないんですみたいな、普段のライドも山も行くしロングもするしみたいな、とにかくいろんな楽しみ方を、僕します。レースもしっかりと出ますっていう人は多分ラピーデの方がいいと思います。高速域がどうしても多くなってしまう、レース、クリテリウムとか何でもいいですけども40、50当たり前の世界でガンガンこう、走る世界ではこっちの方が楽ですね。楽だと思います。それが個人でも感じれたので集団だと余計に楽に感じると思います。あとは見た目ですね。ディープなホイールが好きな人はこっちの方がいいかなというふうに思いましたけども、ちなみに僕は残念ながらめちゃめちゃレースを出るタイプではなく、ほぼレース出ないタイプですので、やっぱりこの走りの軽快さ、ハンドリングのこの軽さっていうのがやっぱ癖になる軽さでして、僕はこのアルピニストの組み合わせが好きだったので、この状態でねやっていこうかなと思います。はい、ロングライドとか普通に走るときに別に40キロ巡航ができないわけじゃないんですよ。アルピニストの45とかでも全然出せるんですよ。比べるとちょっとやっぱ少し踏まなきゃいけないかなというふうに感じたので、じゃあちょっとその時だけ頑張るかっていう感じ。他はねホイールのねこの性能をね存分に生かさせてもらおうかなというふうに、僕の中では判断しました。はい、ぜひ参考にしてみてください。軽量なフレーム持ってる方、自分はどういうホイールが合うのかなって迷っている人はですね少しでもね参考になれば幸いです。はい、もしもね役に立ったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録等々よろしくお願いします。下の概要欄にスペシャライズドのオンラインストアのリンクも貼っておきますので、ぜひ皆さん興味がある方は覗いてみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。